運命の韓国デビューは10月28日だ。9人が世界進出を告げられた日から本番当日までリミットはおよそ100日。痛み、絆、そして涙。嵐のような激しい日々に密着した。8月、デビューに向けた本格的な準備が韓国でスタート。すいません、ここってどこですか？ここはよく来る服屋さんです。服屋。服屋です。まあワンチャン食べ物もあるか？ないです。これ。はい。あ、ここはよく来るところ。めちゃめちゃ来ます。NTM ご用だって。メンバーが訪れたのはファッション業界ではよく知られたセレクトショップ。とはいえ遊びで来たのではない。多忙のため日本でダンスの練習着を新調する余裕がなく、スケジュール変更で急遽空いた時間を生かし準備するのだという。時間が余ったらここに行こう。出て練習着を買う。練習着？はい。この店にはメンバーそれぞれの希望を叶える服が揃っていた。いろいろブランドあるんですけど、ここはもともとなんかスタイリストさんたちがこうやって衣装を準備するために来る店なんですけど、スタイリストの友達が教えてくれて分かったところです。でも今ちょうどシャツ可愛いなと思ってて、やっぱシャツってめちゃくちゃ練習着にちょうどいいんですよ。っていうのもやっぱ踊りやすいし、好きなタイミングでやっぱこう羽織ったり脱いだりできるんで、シャツ狙ってますね。練習の気分が上がる服を選びたい。これちょっとありですね。可愛いな。練習するときは服が結構重要だと思う。やる気とか感じ。結構ヒップホップ系とかの曲とかだと、半袖だと若干物足りない感じがあって、フーディーを着たりとかするので。何を選ぶか、そこにも個性が光る。えぐいピチピチ。サイズ違うの持ってきて。なんでちょっとさすがにやばいですよ。まあそういうものじゃないんですかっていうここまで言いますけど。全然違うの着てくる。これは多いです。さっきのローカル。ローカルヒーローさん。いいよ。ローカルヒーローさん。ローカル。これかわいい。これ持って。いいよ。完璧やん。ローカルヒーロー。本当に素敵。思ってないもん。お会計はチェーンなで。いやもうまだ早いです。一足先に買い物を終えたケイ、タキ、ジョーは早めの夕食へ。思い出の味に再会した。チキンのお店来たのはタッキーが練習生の時。タッキーがじゃない、俺ら練習生の時だった。じゃあタッキーと来て16年ぐらい前。アイランドは15歳。15歳。5年前とかさ。もう6年前の。5年ぶり。練習生の時にチキンね食べ行ったりしてたよ。ケイとタキは
6年前に練習生として単身韓国へ渡った。すでに成人していたケイに対し滝はまだ15歳。兄弟のように支え合いながらレッスンに励んだ。デビューおめでとうございます。皆様拍手をお送りください。その3年後の2022年、オーディション番組で選ばれた9人で&TEAMが結成される。僕たち9人はすごくまだまだ未熟ではあるんですけど、誰よりも音楽に真摯になって、そしてファンの方に真摯なグループになりたいなというふうに思います。一つ一つ丁寧に努力を重ねていって、必ずいつか世界の舞台で活躍できるように頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。グローバルエンターテインメント企業HYBEが初めて日本でデビューさせたグループ。前代未聞の挑戦だった。その期待に応えるようにデビューするとすぐファーストハウリングミーがビルボードジャパン週間アルバムセールスチャート首位を獲得。去年行われたツアーでは延べ37公演で計15万人もの観客を動員した。そしてセカンドアルバム「雪あかり」は日本ゴールドディスク大賞ベスト5アルバムを受賞する。今年はサードシングルがミリオン認定。結成から3年、日本と韓国を行き来し、歌もダンスも鍛え上げてきた。ここで音楽生活僕ら始まったんで、ある種ね、両方ホームではある。こっちでは本当音楽のもう家という感じなんですかね。なんかどっちも本当帰ってきたって言えるような感覚はありますね。確かに。ずっと一緒にいるので、特にこの2人は。ビジュアルエグやば。何これ。みんな手拭いてね。いただきまーす。なんこれ。食べてほしいですね。このリアクション出ます。こうなるの。みんな。天才だわ。このあと9人には日本と韓国を行き来する多忙なスケジュールが待っている。それぞれのやり方で過酷な日々に備えた。翌朝、他のメンバーからも話が聞けた。昨日はもう15時間ぐらい寝ちゃいましたね。職場行行ってない。やっぱり本当にこう休みなんてもってのほかで、なんかシャワーするも時間もないぐらいな忙しくなると思うんで、まあ一番はね、こう体調管理に気をつけないと。
だからね、久々ちゃんと寝たって感じですね。僕は実家帰ってお母さんの料理を食べました。美味しそちょっと赤いんですけど、そんな辛くないの美味しいです。いいなぁ、美味しい。今回新曲の練習を特別に撮影することができた。最初イメージがグラスはってやってるイメージだったの。若干服でもいいし、わかんない。ちょっとこうやりながら考えてもいいかも。OK です。韓国のパフォーマンスディレクターによる振り付け確認。9人の動きのわずかな違和感も見逃さない。 이때 대형이 의주가 가는 게 좀 불편해서 정리한 건 아니고 그 전자리에서 후마랑 의주가 자리를 바꾼 다음에 의주가 파트할 때 뒤에서 등장하는 걸 얘기했었어. パフォーマンスディレクターが指摘したのはこの部分。足を蹴り上げた後、前に出るニコラスと後ろに下がるウィジュがぶつかってしまう。 그거는 혹시 뭐 따는 아니고 일단 얘기만 한 거라서 그렇게 하는 게 어떻겠냐. 어떻게? 근데 제가 들었던 거는 삽입 구성을 바뀐다 그랬었어. 거기까지는 얘기를 안 했고 이 의주 동선이 조금 불편해 보이니까 그 전에 자리를 좀 바꿔서 의주가 앞에 있다가 뒤로 가는 게 아니라 뒤에서 나오는 그림이면 좋겠다. 거기까지만 얘기했었어. 제가 들었던 거는 자세히 들어봤는데 푸마만 안 움직이고 앞에 사람들이 이렇게 움직이니까, 그리고 구성까지 바뀐 다음에 하는 거 아니라 안무만 먼저 차고 그냥 편하게 했던 거라서 이게 정리가 안 됐어가지고 그거를 좀 이렇게 정리해 주신 건데. 얘기한 거는 의주가 앞에 오기 전에 이제 후마랑 둘이 자리를 바꾸고 뒤에서 나오는 그림이 어떠냐. 사실 그거밖에 얘기를 안 해서. パフォーマンスディレクターの意図が汲み取れていない。 여기가 연습이 안 되면 좀. 근데 우리 정리하면 될 것 같은데 지금 여기서. 急遽フォーメーションを変えることになった。 한번 진행해 볼까요? 그럼 파트. 이때부터 후마랑 의주가 자리를 바꾼 다음에 일단 한번 해볼까요? 셋, 넷. 繰り返し繰り返し、頭ではなく体で動きを覚えていく。 この時にウィジュのとこに2個のとこにウィジュが来て、これで違う、その前、そうでブーブーブーエナーバン。じゃあ僕は言われて思ったけど、こうやってショットガンってここにいて7号タタタタンタ見えながら言ってるから、確かにこっちの方がいいかもしれない。でこれでもう一回やって。そうだね。馬大丈夫。はい。 9人だから美しく、9人だから難しい。あれ、もともとの位置じゃない人。もともとの今のやつやるなら2個が軽音と新面に OK。行かないと。来て、その後変えればいいか。ブンブンブン。 OK。そしたら 動きが揃い始めたかに見えたが、新たなほころびが生じた。どこ行った？この時
後ろ行ってもらえる？これいつ変わるかな？네, 사비는 아까게 훨씬 괜찮은 것 같아요. 근데 여기서 이제 원래 똑같은 자리로 갈 수 있으면 メンバーの表情に少し焦りが見えてきた。今回の韓国デビューは普段よりも楽曲数が多い。こっちめっちゃ変わんますね。ふわっと前のままで僕とうまく変わるんで。これが前のこれ変わらず？うん、すごく変わらず僕と巻きだけ順番。っていうと、ああそこがね、ここがどうしても僕の後ろなんで。次が大丈夫。なんか確かにこうやりながらとかこれやりながらとか、これやりながらとかで確かにそれで2個が前に行ってその2個のパート入るのも悪くはないかなと思う。ここでつまずいてはいられない。ファンとの約束もあった。韓国の音楽番組で1位を取ってそんな姿を早く見せたいなと思っています。準備するのはダンスだけではない。ここでは本当に全ての受け答え自身を韓国語でやらなきゃいけないので、そこには韓国語のレッスンっていうところまで含めて非常にハードでタイトな状況になっています。夜には韓国語レッスン、先生と対話形式で学ぶ。韓国メディアの取材にアドリブで対応できるレベルの語学力が求められていた。 먹을 때는 근데 대식가인 것 같아요. 그래도 얼마나 많이 드실 수 있어요? 근데 하루에 한 끼만 먹을 때는 영원히 먹을 수 있어요. 계속 진짜 계속 네. 안 끊기고. 네. 맛있는데 스시는 완전 계속. 진짜요? 네. 오, 그러면 회전 초밥집 가면 네. 얼마나 몇 접시나 드세요? 20 접시? 20개? 아, 그러면 20 접시? 20 접시. 20 접시. 응. 当然レコーディングも韓国語がメイン。韓国語で感情の機微も表現しなければならない。手がちょっとなんか勇ましすぎる。もうちょっと切ないものでいい。今手にちょっと強そう。手にちょっと切なめでやばい。タンとかにならないようにね。スタン。はい。韓国語の発音が難しいのはもちろんあるんですけど、結構先生と一緒に詰めたディテールとかもちょっと意識しながら歌詞一つ一つが伝わってくれたらいいなって思います。一方で日本での活動も続く。おはようございます。おはようございます。どうもす。今日はデイリーですね。はい。ちなみに朝何時ですか？でもリアル何時ですか6時半。 6時半です。時間は見てません。2つの国を行き来しながらわずか2ヶ月で普段よりも多い楽曲を仕上げる。綱渡りのようなギリギリの進行だった。そんな中&ＴＥＡMに大きな危機が訪れる。今足の状態としてどうなんですか？全治になるともう1ヶ月はかかるかなと。